2018年か。あの頃はマイニングなんて環境破壊だ、電気の無駄だってめちゃくちゃ叩かれてたんだよ。ビットコインの内戦にも疲れて人々は新しい流行に飛びついたわ。それがプルーフオブステークよ。プルーフオブステーク？プルーフオブワークとは違うのか？第1話でやったプルーフオブワークはパズルを解くために膨大な電力を使うわよね。プルーフオブステークはその競争をやめてコインをたくさん預けた人が取引を承認するという仕組みよ。お金を預けているんだから不正はしないだろうという発想ね。なるほど。電気を使わないから環境にも優しいってことか。そう。電気の無駄遣いなし、環境にも優しい、しかも早い。世間はプルーフオブステークこそが正義だと言い始めた。プルーフオブワークは時代遅れだとね。みんながプルーフオブワークをオワコン扱いした。そんな時代に彗星のごとく現れたのが彼よ。出た、ソラナ。こいつはマジで速いって聞いたことあるぞ。ビットコインが亀に見えるレベルなのだ。創設者はアナトリー・ヤコベンコ、元クアルコムのエンジニアよ。彼はブロックチェーンが遅い根本的な理由に気づいたの。根本的な理由？ブロックの容量が足りないとか、そういうことじゃなくて？ずんだもん。ブロックチェーンには時計がないの。第1話でやったビットコインを思い出して、世界中のマイナーが同時にパズルを解いて、正解が出たら他の全員に伝える。でも、地球の裏側に届くまでに時間はかかるわよね。それが孤立ブロックの原因だったんだよな。そう。ビットコインは、この取引が先、あの取引が後を決めるために、全員が連絡を取り合って合意しないといけない。この通信待ちが遅さの最大の原因なの。ヤコベンコはこう考えた。もし全員が同じ時計を見ていたら、いちいち確認し合わなくても順番がわかるんじゃないか？時計？彼が発明したのが、プルーフオブヒストリー、歴史の証明。仕組みはシンプルよ。計算の結果を次の計算に入れて、その結果をまた次に入れて、途中を飛ばせない一方通行の数珠つなぎの計算結果を作り続けるの。1万回目の結果を得るには、必ず1回目から順に計算するしかない。つまり、回した回数がそのまま、時間が経った証拠、になるわ。パズルを解く競争じゃなくて、時間の証明か。そう。この時計があれば、この取引が何番目に届いた、という順番を、みんなで確認し合わなくても証明できるの。通信を待たなくていいってことは？そう。順番が自動で決まるから、ネットワーク全体が通信待ちなしで動けるの。でも、取引が同時に届いたらどうするんだ？ビットコインみたいにぶつからないのか？ぶつからないわ。この時計を回しているのは、当番制で選ばれた1台のリーダーだけ。届いた取引はすべてリーダーが受け取って、1件ずつ順番にスタンプして、ブロックに詰め込んでいくの。だから、同時が存在しない。1台が全部さばくのか。他のバリデーターは何してるんだ？リーダーが作ったブロックを受け取って、中身が正しいかチェックして投票するの。全体の3分の2以上が OK を出したら、そのブロックが確定する。リーダーが作って、バリデーターがチェックするのか。だから早いんだな。そう。でも、1台に全部が集中するということは、裏を返せば、そいつが倒れたらやばいってことか。その話は後でね。ともかく、世間はそんな心配には目もくれなかった。秒間5万元？ビザカード並みじゃないか。もうこれで決まりだろう。誰も勝てないのだ。そう。世界中が熱狂したわ。ベンチャーキャピタルも大金を投じた。これこそがイーサリアムキラーだ。ってね。でもメタン、ちょっと待ってくれ。こいつってプルーフオブワークなのか？プルーフオブステークなのか？いい質問ね。ソラナの合意形成はプルーフオブステークよ。コインを多く預けた人が力を持つ仕組み。プルーフオブヒストリーは合意形成そのものじゃなく、その前段階の時間の証明。つまり、マイニングはないわ。プルーフオブワークじゃないのか。じゃあ、サトシが考えた計算競争で守るっていう思想とは全く違う道ってことなのだ。そう。ソラナは速さと効率のために、プルーフオブワークを完全に捨てた。その選択が何を意味するか、すぐにわかるわ。おい、どうした？動画止まったぞ。動画じゃないわ。チェーンが止まったの。2021年9月、トークンセールにボットが殺到し、秒間40万件ものトランザクションが押し寄せた。結果、バリデーターのメモリが溢れて、ネットワークは完全に停止。復旧まで17時間。17時間。その間、
送金も取引も何もできないってことか。それだけじゃないわ。翌2022年には同じような停止が5回以上。1月、4月、6月、9月、まるで定期メンテナンスのように止まり続けた。でもよ、なんでそんなに止まるんだ？早いのが売りなんだろう？速さの代償よ。ここがポイント。ビットコインは家庭用のパソコンでもノードを動かせるように設計されている。だから世界中に何万ものノードが散らばっていて、一部が落ちても全体は止まらない。でもソラナは違う。あの速度を出すためにバリデーターには高性能サーバーが必要になった。参加できるマシンが限られるからノードの数はどうしても少なくなる。ソラナは 0.4 秒ごとにブロックが生まれる。全てのバリデーターがその速度で検証し続けなきゃいけない。トランザクションが殺到すると処理が追いつかなくなって一斉にパンクしてしまう。これがソラナが繰り返し止まった構造的な理由よ。お金のネットワークが止まるって銀行が閉まるよりやばいんじゃないか？でも開発チームはエンジニアの力技で再起動させた。人々はこう思ったわ。多少止まっても運営が直してくれるならいいか、早いし安いしと。こうして暗号資産はサトシ・ナカモトが不要にしたはずの管理者ガイル世界へと逆戻りしていったの。そんな喧騒の裏で世界から忘れ去られた技術プルーフ・オブ・ワークを黙々と磨き続ける男たちがいたわ。ヨナタンたちか。でもよ、世界はもうプルーフ・オブ・ステークとソラナに夢中だぞ。今さらプルーフ・オブ・ワークなんてやってて意味あるのか？彼は分かっていたの。管理者が直すネットワークに真の自由はないと。止まらないこと、誰にも止められないこと、それができて初めて金融システムになれるのだと。でもよ、プルーフ・オブ・ワークってことはまた大企業のでかいマシンが有利なんじゃないのか？俺たちみたいな素人に出番はあるのか？ふふ。その答えは次の話を見ればわかるわ。そして2021年、ソラナが最高値を更新し、バブルが頂点に達したまさにその時、ひっそりと、しかし力強く、それは動き出した。